こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は健康の秋、健康増進の新習慣として糖化を防ぐ生活とお酒の飲み方、そしておつまみについてお話をしてまいります。今回は実践編ということで、すぐに取り入れていただけるような内容になっています。お酒を飲む方も飲まれない方もお役立ち情報満載ですので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。糖化というのは糖とタンパク質が結合してできる物質で、その間酸化や炎症などのダメージを受けながら最終的に分解できなくなって蓄積してしまうような、つまり体の焦げと言われるような物質のことで AGE と呼ばれているんですね。AGE が溜まることでの弊害、さらに健康な細胞にも影響していくという、そういうことなので、糖化反応というのを体内で起こさせないような生活ってすごく大切なことなんですよ。この糖化についての詳しいメカニズムは、ぜひこちらの動画の方で詳しく解説していますので、合わせてご覧になってください。今回は実践編ということで、体内で AGE を作りにくくする生活のポイントについてお話をしてまいります。食べ物の中にも AGE って存在するんですけれども、食べ物の中から取る AGE の弊害よりも体内で作られる AGE の影響がほとんどですので、例えば揚げ物をやめるとか焼き菓子をやめるとか、そういったことで制限をしていくよりも、食べ方とかどんな食材を中心に食べていくのが予防になるのかっていうことで考えていく方が健康にもいいし、食生活も豊かになると思います。そのような観点ですぐに実践できるような3つのポイントをお話ししたいと思います。まず1つ目、血糖値のコントロールをする。食後の血糖値を抑えるということは、糖化の進行を抑制する上で非常に有効なんですね。まずそれには AGE の低い食品を選ぶということがポイントです。例えば白米よりは玄米、うどんよりはお蕎麦、そのような感じですね。お砂糖、白砂糖をたくさん使ったお菓子というのはやはり血糖値を上げやすいですよね。主食自体、糖質を減らすということももちろん有効なんですけれども、やはり体のエネルギーになる主食というものをあまり減らしすぎてしまうと、むしろ弊害が起きますので、主食を減らすんであれば20から 30% 程度減らすという感じで考えてみてください。そして食べる順番というのも有効です。よくベジファーストって聞いたことあると思うんですけれども、まず食物繊維の多い食べ物から食べていきましょうということなんですね。これによって糖の吸収が緩やかになって血糖値のコントロールがしやすくなるよということなんです。例えば野菜を先に食べる、野菜に多く含まれる食物繊維の食べ物、またはお肉やお魚などのタンパク質食品、油を一緒に摂ることも血糖値のコントロールには有効です。例えばサラダを最初に食べるときにはドレッシングをかけるというのも有効なんですね。ドレッシングには油が含まれて、糖化の予防に含まれるお酢も含まれていますよね。もちろんサラダだけじゃなくて、ごま和えとか副菜と言われるようなものを最初に食べておく。これだけでも血糖値のコントロールに役立つということなんですね。で、もう一つね、皆さんあまりご存知ないと思うんですけれども、ヨーグルトファーストというのもあるんですよ。ヨーグルトといってもプレーンヨーグルトなんですけれども、ヨーグルト自体に抗糖化作用があるんですね。ヨーグルトに含まれる乳酸は食べ物が胃から腸に移動していくのをゆっくりにしてくれるという効果があるんですね。そしてもう一つ、ヨーグルトの上澄みみたいな水分ありますよね。その中に含まれるペプチドというものがインスリンの分泌を促進してくれるので、血糖値の上昇を抑えてくれるという効果があるそうです。食物繊維が多いものを先に食べるというベジファーストと、このヨーグルトファーストを掛け算したような食前に食べるととてもいいおすすめのヨーグルト乾物というものがあるんですよ。これは切り干し大根をプレーンヨーグルトに漬け込んで30分ぐらいしたらもうできてしまうという、とっても簡単ですごくね美味しいんですけれども、ヨーグルト乾物を食前に食べるというのもとっても効果的ですので、ぜひご興味がある方、こちらの動画の方でご紹介してますのでご覧になってください。そして2番目、
食材自体に高糖化作用があるものを摂る。今の季節で回っているものとしては、ごぼう、ほうれん草、レンコン、ピーマン、春菊、ブロッコリー、スプラウトなど、今ちょうど手に入りやすいかなと思うんですけれども、一部このようなお野菜があります。さらに穀物だと黒米、赤米、そして黒豆、大豆、小豆、こういったものも高糖化作用が分かっているんですね。例えばご飯に黒米とか赤米を混ぜて炊いていただくとか、黒豆を煮てみる、大豆料理を食べる、小豆を煮る、こんなような感じで高糖化作用の食材というものを意識して取っていただくのも有効です。これらの食材に含まれるポリフェノールに高糖化作用があるそうです。例えばお酒のおつまみにするんであれば、今出てきたような食材でレンコンやごぼうのきんぴら、ごぼうのサラダ、レンコンの煮物、ピーマンの肉詰めなど、お酒のおつまみにもぴったりですよね。夏場だったら枝豆も高糖化作用があるので有効なんですね。お酒に限らないですけれども、最後の締めという感じで少しご飯物も食べたいじゃないですか。そこでお酒飲む方も飲まない方も、最後の締めにこんな締め料理がおすすめです。こちらはですね、お茶漬けなんですけれども、とろろ昆布と梅干しを乗せています。とろろ昆布は食物繊維が多いですよね。そして梅干しにはクエン酸が含まれます。これらは高糖化に役立つ食材なので、このような形でお茶漬けにしていただいて召し上がっていただくのはおすすめです。しかもね、ご飯を玄米にしたりとか、脱炭そば茶の実をあられ代わりにかけてるんですよ。脱炭そば茶のルチンも一緒に摂ることができるので、私はこんな風にして最後の締めがちょっと食べたいなという時にはね、こんなお茶漬けにして食べるようにしています。ポイントは食物繊維とクエン酸、ご飯だったら少し雑穀なんかが含まれているとさらに効果的ですよね。そして3番目、食後の運動が血糖値を下げるのに有効です。食事が終わってしばらくすると血糖値が上がってきて眠気を催すっていうことないですか？その眠気を予防する意味でも、食後に階段のステップ運動を3分行っていただくだけでも血糖値を下げる効果があるそうなんですね。出勤をされる方だったらなるべく階段を使うとか、午後の会議の前に少し階段を上り下りするとか、眠くなる前にお庭のお掃除をするとか、犬の散歩に出かけるとか、食後に軽い運動を入れていただくというのも糖化予防に役立ちます。ここからは気になるアルコールの飲み方についてお話をしたいと思います。私もね、結構お酒を飲むの好きなんですよ。やっぱりちょっとほっとしたり、あとお食事が美味しく感じられたり、楽しくなったりっていう効果もあるので、上手に付き合えばストレス解消にもなるのかなと思います。アルコールを分解した後に作られるアセトアルデヒドというものは糖化を促進してしまう作用があるので、それ自体はマイナスなんですけれども、飲む量であったり、おつまみであったり、飲み方によっては健康を損なわずに楽しんでいただくという方法があるんですね。まず適正量というのが重要になります。日本酒だったら1合、ビールだったら中瓶1本ぐらい、ワインだったらグラスに3杯ぐらいまで、アルコールは個人差がありますので、このぐらいだとちょうどいいのかなというご自身の適正量ってなんとなく経験上お分かりかと思うんですね。そのあたりを目安にしながら飲む量を守ってみてください。今こんな時期なのでないと思いますけれども、はしご酒をして夜遅くなってで寝不足になる、この寝不足というのも糖化を促進してしまうそうなんですね。タバコや睡眠不足の方に AGE が多いというデータもあります。深酒は NG ですね。ここでお酒が好きな方にちょっと朗報です。高糖化作用のあるお酒があるようなんですよ。まず日本酒です。醸造して作られる日本酒に高糖化作用があるそうなんですね。で、あとワインにも高糖化作用があるそうです。こちらはブドウのポリフェノールが影響しているんではないかと考えられています。白ワイン、赤ワイン、両方ともあるんですけれども、特に赤ワインにはより強い高糖化作用があるそうです。そしてウイスキー、これは樽で熟成する時に作られる樽のポリフェノールが影響しているのではないかと考えられています。いくら高糖化作用があるとは言っても、やはりアルコールが含まれていることには変わりありませんので、適正な量を守って楽しんでください。今回は糖化を防ぐ食習慣ということで、食べる順番、食べ物の質、アルコールの飲み方、
お酒を楽しむ方法などについてお話をしてまいりました。食べ物の質や食べる順番というのもとっても大事なんですけれども、意外と、タバコとか睡眠不足なんていうのもね、すごく大きな影響があるそうですので、生活全般に見直しをしながら健康習慣に取り組んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。